GR ブースです。驚いたのはこの GR ヤリスのフルチューンモデルというのが置いてあったことなんですが、実はね、そう言われて来てみたらナンバーに、GRMN と書いてありました。 GRMN、時々限定車が出ていたのでもちろん知ってる人もね多いと思いますけども、マイスター・ニュルブルクリンクという名前がついた、GR のコンセプトの、頂点を極めたような存在、そういうね GRMN という名前がついた車が出ました。で見た目にはねフロント周りのエアロとかリアスポイラーなんかが目立ってますけど、で肝心なのはもちろん中身なんですが、まずエンジンパワートレーン、エンジンは同じ 1.6 リッターの直列3気筒ターボなんですが、トルクがね390ニュートンまで上がっています。ただそれだけといえばそれだけなんですが、実はね組み合わされるトランスミッションがローギアド化されてます。もうよりねエンジンパワーを効率的に活かせるようになっているということですね。そしてシャシー、実はね見ていただければ分かるようにベース車があって、さらにねサーキットパッケージとオフロードパッケージ、こちらが用意されてるんですが、共通して言えるのは実はボディです。実はこのボディ、合成アップが図られてるんですが、見ると構造用接着剤を12メートル、そして、スポット溶接座点を545点も増やしてるんですね。これだけのことをやってる、ホワイトボディね見ていただければ分かると思いますが、もう開口部の周りなんかもうビチビチにこうスポット打点増やされてますよね。これだけやったら多分別の車だろうと、筑波サーキットでね、このサーキットパッケージも3秒ぐらい違うという話を聞いています。3秒違うというのはもう別の車という次元ですよね。エンジンパワー一緒ですからね。それで、話戻りますけど、サーキットパッケージとオフロードパッケージが用意されています。サーキットパッケージでは、BBS 製の専用 GRMN 専用のホイール、そして、18インチブレーキ、ビルシュタイン製の減水力調整式ショックアブソーバーで、リアスポイラー、サイドスカート、リップスポイラーがついてます。で、これはスペック表に書いてあるのはそれだけなんですが、実はねこれ車両を見るとタイヤ、横浜がついてます。 GR ヤリスはもともとね、ベース車 RZ がダンロップ、 RZ ハイパフォーマンスがミシュラン入ってますよね。今回の車はサーキット用の A048 かな、横浜のタイヤ入ってます。横浜さんの方にね話が来て、これ供給してるんだという供給というかね、出してるんだって話聞きましたけども、実はこれ専用開発というよりかは市販スペックのようです。タイヤ自体は、そういうタイヤでいかにタイムを出すか、パフォーマンスを高めていくかというのがこの車の価値なのかなと。だからもちろん買ったユーザーがね好みのタイヤ入ってもいいんですが、今回ね、横浜をあえて今までと違うものを使ってきたっていうのは一つね面白いところかなと思います。でラリーパッケージ、ごめんなさい、オフロードパッケージじゃなくてラリーパッケージですね。こちらは、ショックアブソーバーとショートスタビリンク、GR アンダーガードセット、 GR ロールバー、こちらが、ついてます。で価格です。標準車が735万円、サーキットパッケージが850万円、そして、ラリーパッケージが841万1764円となっています。高いですね高いんですが、これだけのハードウェアの内容を聞けば納得という人が多分半分ぐらいかなとまだ思うんですね。実はねさらにこの車、見どころというかと驚きのポイントがあります。それはアップデートとパーソナライゼーションというね2つのプログラム、アップデートプログラム、パーソナライズプログラム、この2つが用意されるんですね。この車持ってると車が進化した時にアップデートを受けることができます。モータースポーツなどで活躍して、車が鍛えられていった先で、強化されたものが、どんどん投入されていく。エンジン強化、駆動制御、足回りの改善などを予定とすでに、言われています。これはね GR ガレージで実施するもの。さらにパーソナライズプログラムというのが用意されています。これねキントの GR ヤリス森蔵セレクションでライドナウでもお伝えしましたけど、ような形です。まずは運転テストというかね、してデータを取って好みの話をして、じゃあこういうのはどうですかとエンジニアの方が提案してきたものをの通りに車をねセットアップするんですが、これがねステアリング制御、エンジン制御、駆動配分といったソフトウェア、これはね多分想像できる範囲だと思うんですが、さらにこの車の場合はショックアブソーバー、ブッシュ、スタビライザーといったハードウェアの最適化というメニューも入っています。だから本当に多分同じ車は2台とないみたいなことが起こるのかなと思うんですよね。本当に自分だけの、GRMN が手に入る、そんなことになるのかなと思います。そう考えるとこの価格も全然高くないというか、納得できるところになってくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。
はい、というわけでこの GRLS、GRMN、500台の限定となります。結構多いですけどね、過去に、マーク X の GRMN とかが300台が一瞬で売り切れたということもあるんで、きっとね、これも車もすぐに売れちゃうのかなという気がします。で、発売は実は1月14日からウェブサイトで、ガズレーシングのウェブサイトで受付が始まっているということになります。で、限定500台、そのうち実はこの後ろにあるサーキットパッケージはマットスティールというね、見ての通りの艶消しの色が塗られてますが、これは50台限定となるそうです。その辺はね、ウェブサイトを見てチェックしていただければいいのかなと思います。思うのはカスタマイズをいっぱいした場合、中古車はどうなるんでしょうということですよね。販売するとき、売却するときに、もしかしたら難波検事仕様がとかしました優しさ仕様が世に出ちゃうんでしょうかだとするとお前こんなセッティングで乗ってたのかよと言われるのかなとか、そういう話もあるんですけど、その辺はね、僕らももうちょっと、ぜひねこの車乗れる機会がおそらくあると思うので、その時に深掘りしてお伝えしたいなと思いますので、引き続きチェックしていてください。でさらに言うならばね、これだけの車作ってきたんで、今もねちょっとずつやってますけども、走る場所、舞台、これの用意をねもっとどんどんやってほしいなと。やっぱりね、いろんな車と混走じゃなくて仲間同士走りたいと思うんですよね。気持ちが分かる同士、みんなねぶつけ合わないで大事に乗る同士でね、そういう場所づくりみたいなことももっともっとどんどんねやっていってほしいなというふうに思いますね。 GR のブースにはもう1台注目のモデルがあります。はい、BG4X の GR スポーツコンセプトというモデルですね。 BG4X、トヨタの、いよいよ本気出して BV やっていくぞということでね、話題のモデル、特に、箱根駅伝で映った、ね車両がだいぶ話題になってましたよね。それはねなかなか実車を見る機会少なかったと思うんですが、今回ここでは実車があります。しかもよりかっこよくなった形で、この GR スポーツコンセプトということで、台形タイヤ&ホイール、シート、そしてマットブラック塗装と、変わってる部分はそのぐらいなんですが、確かにもともとのねちょっとサイバーなイメージというんでしょうか、あれがねまたちょっとこの色のトーンが変わったことと、低く見える車高でねまた違う世界を出してるなと思います。そして、GR ヘリテージパーツ、こちらもね新しい品目の追加が発表されました。今までにね、33品目ってるわけですが、今度ね新たに、全部で6車種で56品目が追加されるというふうになっています。で注目はランドクルーザー40、こちらのパーツがついに追加されました。これはね初めての登場になります。なんかねブレーキマスターシリンダーとかステアリングリレーロット、なんかこういうところ、本当に走るのに大事なところですけど、当然ね40のパーツいっぱいあるわけはなかったんで、これはねやっと出たと思ってる人結構多いんじゃないかなと思います。個人的には AE86 のパーツがね、ファイナルギア4.3 のファイナルと、トランスミッションのインプットシャフトというのが追加になりました。これもね今なかったんですよ。だからもう本当にねちょっとホッとしてます。これと、スープラ7080トヨタ 2000GT、現在はこの6車種について、パーツを展開してるんですが、もう本当にねメーカー自らねこういう取り組みをしてくれる、GR というねブランドはスポーツっていうのがねすごい前に出てるけど、実はねこういうところでユーザー思いのというかね、そういうブランドだというのはね、僕はねそこがとてもね気に入ってるし、ちょっとねこれを見て嬉しくなっちゃったんで、古い車というかねその年代の、その辺りの車を持ってる方はちょっと立ち寄ってねそこも見ていってあげると、でもしかしてね自分の持ってる車のこのパーツ欲しいっていうのはどんどん意見を出していくといいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そんな GR ブースでした。